どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイの最新アップデート情報ということで、昨日、実施された2024年4月のアップデート内容についての解説をやっていこうかなと思います。まず、今回のアップデート。一番大きな要素としては、乗り物要素ですね。ただ、実際に実装されるのは4月の29日からということで、まだ詳細はわからないんですけども、10ヶ月前に実装された並走に次いでの大規模な新規要素ということで、結構大変な内容になるのかなと思ってます。新しいステータスも追加されるので、戦闘に与える影響も非常に大きいのかなと思います。ただ、絶対的に言えることとしては、実装した途端に焦ってやるのはやめましょう。並走の時もそうだったんですけども、最初、私、通常のガチャ引きまくったんですよ。で、これ、1回1200ジェムで分回してたので、で、これなんやかんや、私、動画外含めたら、多分50万ジェムくらい、実装したての時に、もうこれスガチャに突っ込んでて、その後、秘密の武器庫来て、もうそっちの方が、全然お得じゃんっていう風になっちゃって。で、今回おそらく、今回の乗り物も、少ししたら、お得なイベントだったり、いろいろ来ると思いますので、まずは焦らずに、いろいろ、効率の良い育成方法だったり、先ほどお伝えした通り、お得なイベントが、来てから、頑張っていくのが良いのかなと思います。乗り物については、実装したら、その時、動画作ろうと思ってますので、ぜひ、そちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、乗り物要素は、これくらいにしておいて、他のアップデート内容を見ていきたいと思うんですけども、乗り物以外にも、結構重要な変更、たくさんあります。正直、結構、コーズつけがたいところなので、純粋に、アップデート告知文の上から、見ていこうと思うんですけども、まずは、新規のレジェンド収集ヒーローの、サラの追加ですね。彼女、純粋な収集ヒーローとしても、もちろん使っていけると思うんですけども、実はこれ、おそらく、ランカーがめちゃめちゃポイント稼ぎで使う可能性が高いです。これ、車の移動速度を 90% 上げれるんですよ。再地地を離れるという条件も、タイルを経由して移動してれば問題ないので。で、そしてもう一つ。多分、この性能で、出てたとしても、3ヶ月前に出てたら、おそらく使い方って、ほぼほぼな、その使い方って、考えなかったと思うんですけど、今、正直、回のレジェンド兵装が、兵装に、結構課金してる人たちだと、もう余ってるんですよ。なので、回のレジェンド兵装のアラカルトボックスから、収集用の、セットを、取っていって、さらにつけていく。で、そして、サラの車両部隊で相手の部隊を襲いに行く。もちろん、兵装のステータス厳選の問題もありますし、
車って、他の陛下と比べて、バフも上げづらいですし、サラが、戦闘自体で、めちゃめちゃ強いわけではないんですけど、この移動速度が、ちょっとあまりに魅力的すぎて、かといって、普通の野戦部隊で使ってる、下位のレジェンド兵装が、星5になってない方は、絶対にそちらを優先するべきなので、そこは注意が必要なんですけど、おそらく2、3ヶ月後、アイランドや諸島で、サラの、車部隊を使う人が出てきて、絶対に追いつけない。なんだこれはと、なる可能性は、もう十分に、考えられますので、頭の隅にでも入れておくのが良いのかなと思います。では、次なんですけども、こちらは、アイランドと諸島のマッチングの元になっている評価値の算出方法が変わったようですね。かなり下の方の G 帯でも1億超えがいたり、上位帯でも、正直、ラリーリーダーの質の差がでかすぎて、どうにもならないことは、かなりあったので、これでもっと、フェアなマッチングになることを祈ってます。ただ、正直、報酬が上位帯と下位帯で変わらないのも、これめちゃめちゃ問題で、もう損耗比率があまりに違いすぎるんですよ。で、なおかつ、上に行けば行くほど、ランキングも入りづらくなって、もうどんどん割に合わなくなるんですよね。で、みんながみんな、じゃあ下のマッチング行こうとしちゃったら、これ絶対に悪循環になってしまうので、上位帯は、その分、報酬を多くしたりなどの改善を、個人的には、まずはそちらを先に、するべきなのかなと思ってます。ただ、もう一つのアップデートは、非常に良くて、重傷兵士でもポイントが取れるようになった。すなわち、戦って負傷した兵士でもポイントが稼げるようになったということで、どうしても強い人と戦うと、相手全然倒せずに、自分の負傷者だけが膨らんでいって、全く美味しくないということがあったと思うんですけども、負傷した場合にも、ポイントが、稼げるようになったことで、格上のプレイヤーが、多い戦場であっても、段階報酬を、獲得するために必要なポイントを、稼ぎやすくなったのかなと思います。そして次に、新規の、プレイヤー向けの、得点の改善ですね。これもめちゃめちゃいいですね。本当に、新規の方を大事にしないゲームって、廃れる一方なので。で、この、ボーナスラリー、参加報酬についても、新しいサブを、作って、ハイブラリーに、乗れば、みんなの報酬が、増えたりするので、サブ作った時の、おまけみたいな感じで、良いのかなと思います。ただ、めちゃめちゃ美味しいかと言われたら、そこまでではないので、そのためだけに、サブを作り直すみたいなことはしなくて良いのかなと思います。では最後に、ヒーローのバランス調整の部分なんですけども、もうついに、ジュリアが弱体化しましたね。正直、これは妥当と言わざるを得ないのかなと思ってます。もうちょっと彼女は、もう強すぎた。もうあまりに強すぎた。
だって、もうダブルトリプルでラリーしてるとき、もう相手のレイジスキルを、これもう完全に封印しちゃうんですもん。で、正直これは、ジュリアラリーをもう打ちまくってる私から見ても、これ正直やりすぎだと思ってたんで、まあ妥当な調整なのかなと思います。まあ、ただこれ、何が恐ろしいかって、この弱体化が来た後ですら、ジュリアって、当分、全ヒーローの中で、圧倒的ナンバーワンのもう位置が揺るがないっていうとこなんですよね。完全に封印できなくても、相手のレイジスキルの発動回数を減らせることには変わりないですし、そもそも、スキル回転と火力が異次元なので、弱体化ではあるんですけど、まあ、これは、ゲームバランス的に、真っ当な、弱体化だと思いますので、全然問題ないのかなと思ってます。では、もう一つ、継続ダメージスキルについての、調整なんですけども、まあ、これ、私も知らなかったです。まあ、この書き方だと、これまで複数部隊で相手を攻撃しているとき、同じヒーローからの継続ダメージは、どんどん上書きされる形になっていて、じゃあもともと3秒間持続するはずが、3秒目のタイミングで、同じヒーローのレイジスキルを、他の人から、さらに受けた場合、最初に受けたレイジスキルの持続ダメージは、2秒分しか受けないみたいなことが、おそらく起きていたのかなと思います。ちょっとこれ、詳しくはわからないので、そこはちょっとあれなんですけど、まあ、ちゃんと、ダメージが入るようになりましたということで、良いのかなと思います。で、あとは、新しい、招待スキンの、ホエラが、追加されたり、と、こちらですね。こちらが追加されたり、あとはもう一つ、しれっと行軍スキンの、フェニックスメカが追加されてますね。で、ホエーラーはサバイバールーレット。で、フェニックスメカは、購入リベートということで、まあ、こちらは、あれですね。まあ、おそらく、課金イベントが来て、普段通りであれば、18万ジェムをチャージした報酬で、獲得できると思いますので、まあ、欲しい方は、取っていただくのが良いのかなと思います。まあ、あとは、地味に、トータルラリー、クラーケンの討伐イベですね。まあ、あれがちょっと、まあ、美味しすぎたんで、まあ、めちゃめちゃ、調整入ったりしたのは、残念なんですけど、まあ、全体としては、今後の期待感もありつつ、戦闘面での、バランス調整もされたので、非常に、良いアップデートなのかなと思いますというところで、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。